でさ、レッスン中にお腹が空いたから、レッスンルームに宅配ピザって届けられるのかななんて話してて、プロデューサーいないし。カレンちゃん、もうすぐソロのステージだっていうのに元気ですね。いやいや、ナナちゃん、カレンちゃんはさ、やっぱこう見えてっていうか、実は見た目通りっていうか、結構しっかりしてるからね。もう、リーナはすぐそういうこと言う。あんた昔からそうなんだから。昔って絡むようになったの最近じゃなかったっけ？昔はともかく仲がいいのはいいことですそよ。ういやさ、昔って言えば、ナナは昔どんな感じだったの？何ですか？昔ですか？昔のナナちゃんも可愛いですよ。ポンコツアンドロイドになっちゃった。アイドルになる前、メイドカフェで働いてたんだっけ？そうですね。アルバイトをしながらアイドルの勉強したり。それだったら私もあるよ。レコードショップ行ってロックの勉強したりしたもん。へえ、レコードなんて聞くんだ。いや、そういうわけじゃないけど、お財布が軽くてもいつでも胸には憧れを握りしめてさ。っていうか、他に何もなかったし、憧れしかなかったんだけど。ダメじゃん。これはツッコミどころですよね。そうそう。っていうかさ、そういう過去があって、それが今に生きてるわけで。どのあたりが？今の私のこのロックなアイドルに繋がってるってことだよ。カレンちゃんもそういうのあるんじゃないの？はいはい。私は聴けないレコードを買いに行ったことはないかな。まあ、それは私だけかもしれないけど。でも、なんかあるでしょ？昔があって今があるなーなんてことの一つや二つ。ねえ、ナナちゃん。そこでナナに振りますか？ナナは一度しかない人生、悔いないように生きてますから。ダイエットはいつも明日からです。私はいつだって今が良ければいいし、昔のことなんて別にどうでもいい。過去のことなんてどうでもいいじゃん。どうでもは良くないよ。お疲れ様です。あら、みんなでお話ですか？何その顔。穏やかじゃないわね。どんな話してたの？楓さんにかなでちゃん、お疲れ様です。アイドルになる以前の話をしてたんですよ。過去花って言うんですか？若い子的に言うと。過去花。つまり昔のお話。アイドルになる以前のお話ね。でも昔話をすると老けるって言いますけど。楓さんは昔のことも大事だと思いません？アイドルになる以前の経歴がある楓さんとしては。どうなんでしょう。やっててよかったと言えばよかったですし、関係ないとも言えるかしら。ね、かなでちゃん。私に聞かれてもねえ、どうなんでしょうね。楓さんは元モデルでしょ？ええ、モデルです。地味なモデル。とっても地味な。モデルに地味も派手もないのでは？楓さんはモデルからアイドルになってどうだった？後悔してる？どうもしてませんし、後悔もしてませんよ。普通するものなのかしら、後悔。
さあ、私に聞かれても少し難しいですね。かなでちゃんはアイドルになる前は学生ですよね。ええ、学生です。地味な学生。とっても地味な。それでみんな、過去の話がどうしたの？私は一概に過去が大事だとは思わないけど。いや、昔のことも大事じゃんっていう、ただそれだけの話なんだけど。美しくない過去もあるものよ。誰にだって忘れたいことの一つや二つあるでしょ。そうかな。ロックの歌詞なんかじゃ過去から逃げるのはかっこ悪いってよく言うから、なんかそういうものなのかなって。逃げるのがいいか悪いかは人それぞれですけど、過去はなかったことにできないですから大事にしたいですね。それが大人になるってことだと思いますから。ナナさん、発言がしっかりしていますね。大人っぽいですよ。そんなことは。ところで楓さん、こんな話に付き合っていて時間は大丈夫？あら、ごめんなさい。打ち合わせでしたね。先に行きますね。かなでちゃん、お疲れ様。みんなも。お疲れ様です。それと、カレンちゃん、過去と向き合えるのは若いうちだけですから、後悔のないように今できることをしてくださいね。わかった。向き合わなきゃか。カレンちゃん、どうしたの？向き合いに行こうかなって思って。はーい、この中でシリアス展開大丈夫な人。シリアス？朝食でよく食べる？牛乳かけるやつ？そうサクサクしてて美味しいですよね。ってそれシリアル。行きましょうか、彼。今日はお仕事も終わったし、付き合うよ。ありがとう。じゃあ、そういうことで、お疲れ。はあ。いってらっしゃいませ。それでどこへ行くかは知らないけど、お付き合いするのが私でいいの？凛やナオ、プロデューサーさんじゃなくて。あの二人なら大丈夫。もういろいろ話してるし、それに今を一緒に過ごす相手だから。プロデューサーさんもいいんだ。へえ、どうして？プロデューサーは未来を作ってくれる人で、過去を背負わせる人じゃないからね。あら、じゃあ私は？口を挟まずに見てくれるいい感じな距離の見届け人？それはいいキャスティングね。懐かしい。ここは？昔よく来てた公園。正確に言えばその一つかな。公園くらいしか外出できなかったしさ。なるほどね。過去と向き合おうって残酷だよね。言葉で言うのは簡単だけどさ。
そうね。コーヒーを濃く入れすぎるくらい簡単ね。飲み込みづらいもの。底の方でザラザラしてて砂みたいに残ってるって感じ？ええ。相変わらず詩人だね。しかも苦いし。美味しいものじゃないわね。行くのやめる？行く。たまには苦いものが飲みたい気分だってあるから。何年ぶりだろう。久しぶり？卒業以来かな。さすがに部外者だから中にまで入らないけどね。こういうところは卒業できない人もいるから。卒業ね。入院するとね、最初はみんな優しいんだ。でもだんだんみんな変わってく。疲れちゃうんだよね。友達も親も私自身もみんな疲れちゃって。治らないと思って私もどんどん適当になっていくし、そんな適当な人間を大事にしてくれる人なんていないんだよね。でもあなたは無事卒業できた。そう、奇跡的だよなんて言われてね。でも治ったら治ったで学校も友達も変わってて、勉強も運動もできなくて誰にもついていけなくて絶望したよ。絶望っていうかムカついてたかな。どうして自分だけ不幸にならなきゃいけないんだって思ってた。あの部屋に居続けられたらこんな不幸は知らなかったのにって。その反動で悪い子になった？まあそんなとこ。外見だけはやりたいようにやって、あとは適当に生きてた。でもさ、その間ずっと思ってたんだよね。思ってた？私だけ元気になっちゃってなんか申し訳ないなって。そう。サバイバーズギルトなんて言葉もあるわね。大事故を経て生き残ってしまって申し訳ないなんて思うらしいわ。そんなこと感じなくていいのに。私の感情もそんなものだったのかな。あ、どうも久しぶりです。なんか照れくさいな。あ、このナースさん昔お世話になって。なんとなくね。そうね。ありがとう。あ、そうだ。ネイル上手くなったよ。趣味の欄に書けるようになったくらい。アイドルになってさ、インタビューとかされるじゃない？自分のことを話すとき、嘘はつかないよ。
でも昔は弱かったこととか何かに引け目を感じているとかそういうのは言えないんだ。言っていいことなんてないし。だからファンのみんなは知らないし、知ってるのは親とか友達、あとはプロデューサーと少しのアイドル仲間だけ。そうね。こっちもさ、暗い話を聞かせたいわけじゃないんだよね。北条カレンは今アイドルだから、キラキラした姿でいたい。そういうところを見てほしいんだ、本当はね。でも私自身のことを語る上では避けて通れないし、だからどこかで折り合いをつけたかったんだ。もう過去の話だってちゃんと言えるようになりたかったし、それに一生モヤモヤしながら生きていくのも嫌だったしね。だから今日は来られてよかった。なんか楽になったから。もう二度と来ないけどね。でもそんなところにいる役目が私でよかったの？プロデューサーさんじゃなくて。だってこんなの知ったらお人よしなプロデューサーは責任感じて死ぬまで私の面倒見なきゃって思うでしょ。そんなの私は嫌だし、それに奏だからいいんじゃない。なぜ？勝手に決めつけたりしないって前に言ったでしょ。言ったわね。それに私と同じくらい秘密を抱えてそうだから。あらあら、そんなこととある少女の過去の暗いお話はこんなところかな。リーナの言葉も振り返ったらバカにできなかったかも。さてここからはアイドル北条カレンのお話にしよう。ならちょうどいいところにあなたが主役のステージが控えているわけだけど。じゃあやりますか。みんな今日はよろしくね。私に力を貸してちょうだい。任せてよ、盛り上げていくから。カレンちゃん、なんだかいい顔してますね。何かあったんですか？いいことでもありました。スーパーで特売品ゲットしたとか。ちょっとね、思い出はパワーになるんだ。そうだ、待ち時間まだ結構あるよね。みんなにネイルしてあげる。手貸して。いいんですか？ならお願いします。ナナもお願いします。できればメリヘンな柄に。でもさりげない方が日常使いできるかな。悩みますね。私もロックな柄がいいな。この盛況ぶりならネイリストにもなれたかもしれないわね。アイドルクビになったら考えとくよ。ほら、奏もやってあげる。じゃあプロデューサーさん、またそれ？ちょっとは信用してほしいな。大丈夫、あなたが育てたアイドルだよ。見ててよ。アイドルとして輝いてる北条カレンをね。じゃあ行ってきます。